こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は一気20段の高さを緩和し釣り堀を作り、木材かき集めの準備が整いました。順調のようだけど、いつまで順調が続くのかしらね。今しばらく続くはずです、よね。さて収集済みブロックは23個になり、次の狙い目ブロックはまだまだよりどりみどりです。まずは早速、模様入り石レンガを入手しました。さてでは廃校探索に向かいます。今もう木材の在庫は1つ、松明も4つしかないんです。結構ギリギリじゃないの。まあ毒グモスポナー周辺の木材集めれば大丈夫です。主食を焼き魚に変えたおかげで満腹ゲージが満タンです。つまりダメージ受けても即時回復し始めるので、以前より安心して攻略できるんですよ。さらにダイヤのツルハシで素早く破壊できます。あららあっさり、ちょっと味気ないわね。いえいえ、味気ない方がいいです。お、スポナーの先は行き止まりです。ひとまずここまで回収して拠点に戻ります。ついでに十字路の横の階段の先も行き止まりでした。階段下の高さは Y 座標12ですね。さて拠点に戻り、レシピを忘れないうちにディスペンサーを作ってしまいます。忘れそうなんだ。で、そろそろラージチェストが欲しいところなのですが、まだ木材数がきついです。新ブロックは外に設置しておきましょうか。まあ外に置いておいた方がわかりやすいわね。さて再び廃校探索ですが今度は北側を探ってみます。ちなみに鉄の斧くらいは作れる余裕がやっとできました。なお、拠点の方向を示すレッドストーンの目印をつけ始めています。さて、前回は妖怪高さ1足りないがいたので封印していたエリアに突入です。溶岩の明かりで探索しやすそうですね。そろそろ黒曜石もゲットしましょうか。奥の方は2つに分岐しており、どちらも大空洞に通じてました。大空洞の方はまだ手を出さないの？上の方からクリーパーが降ってくるかもしれないので、せめてダイヤ防具が整ってからです。さてでは、溶岩にちょっと失礼して黒曜石ゲットします。ネザーもエンチャント台も当分先なので、今は一つだけ確保すれば十分です。つまり要塞発見は期待してないということね。でも要塞見つけずに地上まで塔を伸ばせるのかしら。正直かなりスレスレの見込みです。企画開始当初の想定よりも、入手しやすそうと思ってたブロックがいくつかダメになっているのが痛いです。お、溶岩の下にエメラルドがありました。でもまあ幸運3かシルクタッチを入手するまで温存ですね。さて再び拠点に戻ってきました。そろそろ贅沢にラージチェストや持ち運び用作業台を作ってもいい頃合いです。さすがに広いです。集めた先から木材が減っていくわね。働けど我が暮らし楽になりません。馬車馬のように働いてもいいのよ。さて、はしご設置かどうかは一応確認しておきます。仕様変更の可能性もありますからね。ちなみに全バージョンで調べた限りでは、ガラス、グローストーン、レッドストーン、ピストン、TNT などがはしご設置できませんでした。さてでは今度は廃校の南側を探索です。北側はあまり広がってなかったようなので、多分廃校が広がっているとしたら南側でしょう。1分ほど湧き潰ししつつ進むと怪しげな広間がありました。前作では地下で割と花が見つけられやすかったところです。やっぱり地下で花は咲かなくなっちゃったようね。地下に花が生成されなくなったのか、生成された地下の花がアイテム化してロストしているのかどちらでしょうかね。後者なら入手の可能性は残るのですが。さてまた20個ほど木材を確保してきました。
そろそろ大量に木材を使う音符ブロックがクラフトできます。あと機械類ではジュークボックスをクラフト予定ですが、リスポーン拠点にあるダイヤを使います。で、あと、このバージョンからひびの入った石レンガが精錬可能だと情報をいただいたので作っておきます。要塞まで手に入らないと思い込んでいて、これは完全に見落としてました。さて、これでひとまずジュークボックスまで含めて新ブロックは6つです。で、割と容易に揃うブロックはここまでです。ということは、次のお目当ては廃校の宝箱かしら。さてでは、次の目標はお宝のスイカとカボチャです。カボチャさえあればジャックオランタンとアイアンゴーレムまで届くのででかいです。結局アイアンゴーレムから花をドロップしてもらうことに、つまり殺傷しちゃうことにしたのね。はい。肝心なのはなぜ地下から花が消えたか、そしてなぜアイアンゴーレムが花をドロップするのかなんです。それとこの企画を合わせて考えれば、もう真実は一つです。この企画と合わせて考えるから真実からかけ離れるのよ。さてそれから2分ほど、安全確保優先でサクサク湧き潰しと封鎖をしていたのですが、ようやく一つ目見つけました。安全確保したら見てみます。うお来た。かぼちゃの種発見です。パンには着目しないの？初ゲットよ。ああ、まあ、パンですパン。で、貴重なチェストもゲットです。ちなみに出来上がったパンは役に立ちません。役に立つのは小麦の方です。でも確か小麦は廃校の宝箱にはなく、あるのはスポナーの宝箱の方なんですよ。そういえばすごく久々なのですが、バイオーム表が更新されました。今回新たに踏破したのは草原です。花の森林がダメっぽいし、今新たなバイオームが見つかってもね。いえ、ひょっとするとなんですが寒い気候を探す必要が出てくるかもしれません。さて、再び拠点まで戻ってきました。荷物整理したら早速かぼちゃ栽培にかかります。かぼちゃ製のブロックを作ったらぼちぼちまた塔を伸ばしに行っていい頃合いですね。また10段くらいは高さ緩和できそうね。さて、かぼちゃ畑の方は 4×4 のスペースもあれば十分でしょう。おっと、そういえばチェストを入手していたんでした。直近で使いそうなものは小さい方に移しておきます。さて、具は作るとか久々ですが、使用回数考えると石製で十分でしょうかね。使用回数から考えると木のクワでいいじゃないの。そんな贅沢できません。種は割と適当に巻いてしまいました。まあいいか。さて、それではかぼちゃが育つまで釣りでもしましょうか。そういえば羊毛は収集ブロック分以上を確保しました。まあいずれベッドを作り足すことはあるでしょう。さて、釣り開始です。ちなみにイカスミは釣れるものの中ではゴミに属し、蝶の作れやものです。ウィキの数字でイカスミが釣れる確率を計算したら830分の1でした。一つ釣るのに期待値で10時間ほどかかりそうです。まさか狙わないわよね。そういえばイカはこの高さではスポーンしないそうですね。想定外でした。で、計算してみたら、イカスミ専用を使わずともイカが湧く高さ付近まで塔を伸ばせそうでした。よって無理に狙いませんが釣れればラッキーです。さて13分ほど経過です。かぼちゃはまだ育ちません。と、ゴミ分類のが来ました。トリップワイヤーフックゲットです。さらに10分経過です。かぼちゃはまだ育ちません。と、お宝分類のが来ました。エンチャント付きの道具は初めてですが、耐久性3、入れ食い3、宝釣り3ですか。イカスミが釣れなくなっちゃいますね。使えません。さてそれから3分経過したところで、また釣り竿来ました。また釣り竿のフルエンチャントです。もう魚とお宝だけ狙えってことよ。エンチャントの本も欲しいんでしょ。
まあそれはそうなんですが、あえてイカスミ釣りの可能性にかけることこそロマンなんです。まあ結局マイクラの圧力に負けてエンチャント釣り竿を使ってみたのですが、その後は目立ったものは釣れませんでした。さて、録画時間の関係で今回のプレイはここまでです。かぼちゃの苗はもう十分育っているのでぼちぼち収穫できるでしょう。次回はかぼちゃさんのブロックをいくつか作ってから塔をぐっと伸ばし、そしてダイヤ装備を整える予定です。やっと通路上の鉱石などを回収するのね。まあ松明をもっと量産しないとならないですけどね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。